こんにちは、しおです。今回の講座では、顔の本線に関して話していくんですけど、今回紹介したいのは、顔周りで本線のやり方を3種類ほど紹介していこうかなと思います。今回、この講座で作った項も、実は本線をいじっているんですけど、結構簡単にモデルの影がいい感じに消せて、かつちょっとアニメ調に影が入った時にライティングがいい感じになるので、ぜひやってみましょう。で、ざっくりと今回紹介したい内容は、球体放線の転写と、球体本線の転写をしたものをブレンドしたもの、また SGF マップを用いた放線の編集方法も紹介していきたいと思います。で、顔の放線のやり方をせっかくなんで紹介するんですけど、これが放線転写前の状態で、これに対して放線転写をかけてブレンドしたものがこっちになるんですよ。比べてもらうと、これぐらい鼻のこの鼻頭から眉間にかけての影の入り方がだいぶマイルドになって、また口周りの影とかも結構スムーズにちょっとフラット寄りになって、ライティングを当てた時のこれでも十分いい感じにはなるのですが、やっぱり影を落としていった時とか、VR チャットのワールドで AO が入るワールドがあったりするんですけど、そのあたりで持っていった時にどうしてもちょっと影が濃く入りすぎてしまって、若干不気味の谷に行きかけることがあるので、極力光線はいじって影の入り方を制御してみましょう。で、今回はこの手穂の放線のものに球体放線を一回転写してみたいと思います。球体を、ハイポリの球体を用意して、顔に対して、だいたいいい感じの位置に持っていって、それをメッシュのアトリビュート転送。ブレンダーの場合はメッシュを選択後、モディファイヤーから変更、データ転送からできるらしいです。で、これでメッシュのアトリビュートを転送、頂点本線情報と、あとはオフで、サンプリング空間ワールド、で、そう。そしたら、球体放線を転写したので、顔が、この丸、玉と同じ放線を持つようになります。若干の鼻の隆起とかは拾うんですけど、正面から見たときに、玉と同じ放線情報になっています。親の場合は、頂点放線は、ここのポリゴンの、頂点放線から確認できます。こんな感じ。
で、黄色はロックされているので、転写されて、放線が固定された状態ということになります。まあ、これも外したいなってなったときは、放線ロックの解除から外せます。簡単。はい。で、一旦この状態でも結構影がパキッとアニメのイラスト系な感じのように映えるのですが、これだとゲーム内で見たときにどうしても顎周りとかが暗くなっちゃうことがあって、どうしても均等に暗くなってしまって、顔の立体感がなんかどうしてものぺっとしてしまうので、せっかくなんで今回はここに方線のブレンドをしてみましょう。今回は使わせていただくのは、指示自習室さんから出ているアリノーマルデフォルトブレンドっていうツールを使って方線をブレンドしてみます。で、元方線がどういうことをするかっていうと、この方線とこの球体方線を何パーセントでブレンドする、混ぜ混ぜするっていうことをします。で、状態としては、ここの頂点方線の角度と、この今表示されている頂点方線の角度を50% なら50%分こっちに移す、元に戻してあげるということができます。で、頂点情報としては、元の方線情報と、ロックした方線情報を一応2つ保有しているみたいなので、一旦ここで30% でブレンドしてみます。ちょっと処理がかかるので、待ちます。30% でブレンドしてみました。で、比較してみると、これが球体方線そのまんまのやつと、これが方線の転写なしの元の状態の方線のやつで、ちょうど 30% 分ぐらい影が落ちてるかと思います。で、これぐらいにしておくと、アニメ系のシェーダーと、あとはちょっと立体的なお顔の造形に対して、顔の立体性を持たせながら、顔のちょっとフラットさというか、イラスト的な影の落ち方もいい感じに、最近のトレンドは結構影がリアルに入れられたりするので、その辺をなぞったような表現ができるかなと思うので、個人的におすすめです。で、ライティングで見てみると、こんな感じですね。どうしても元の方線だと、鼻の影とか、この目の眼下と鼻から眉毛にかけてのラインのところに、どうしても濃い影が入ってしまうのが、すごくマイルドでいい感じに入って、鼻にもあまり濃く影が入りすぎず、不気味の谷に落ちにくくなるので、いいかなと思います。はい。次に紹介するやり方は、SDF マップの紹介をしていこうかなと思います。で、SDF マップっていうのは、先ほどやったのが、モデルの頂点の放線情報を編集して、モデルの見た目を調整しましたが、今回のやる SDF マップっていうのは、マップという名前がつく通り、テクスチャー情報に
顔用のノーマルテクスチャーを作成して、そのノーマル情報をもとに放線情報を調整するというやり方です。なので、今回必要なのは、放線の調整は必要なく、顔のテクスチャー、アバターの頭部の UV に合わせたテクスチャーに対して、3軸の RGB のノーマルマップを作る形になります。で、ざっくりですが、こういったものを作成します。作り方としましては、もの自体は結構シンプルで、他にも SDF マップを作るツールがあるので、そちらを利用した方がいいのですが、基本的にアルファの黒白の画像から影の入ってほしい入り方を書いて、それに対してツールでノーマル化します。なので、あんまりそんなに難しくはないと思います。で、この SDF と放線なしの状態でのシェーディングの違いが、だいたいはい。よくアバター制作する上で、VR チャット内での MMD を踊らせたいということで、ボディ、顔と、素体を、改変しやすさも含めて分けたりするのですが、その時に結構忘れられがちなのが、首のつなぎ目の放線調整が忘れられていることがあるので、この編集を覚えておくと、かなり首のつなぎ目において違和感が減らせられるので、やり得だと思うので、ぜひやってみてください。最初の状態としては、だいたいこんな感じで首につなぎ目が出てしまうとは思うんですが、これも簡単で、放線と放線の向きを合わせてしまえば、というか放線がここでハードエッジになっちゃうので、そうですね、こんな感じで角度が、頂点の放線の角度が頭部と首で違う状態になっているので、これを揃えてあげることで、首の放線の流れがとてもスムーズになると思います。マヤの場合は簡単で、頂点放線編集ツールというものがあるので、これを使って調整していきます。これで動かすと、頂点がスナップされて、簡単にまとめることができて、首の放線の流れをかなりスムーズにすることができます。はい、これぐらい変わります。で、これを、ユニティで見たときに、首のつなぎ目が、首の放線を調整してもらえれば、だいぶ、ユニティのシェーディングにおいても、結構違和感がなくせたかなと思います。だいたい
だいぶここの影の流し方も途切れがあまり目立たなくなったかなと思います。ので、ぜひ首の付け根と頭の付け根は縫線を調整してみてください。なので、顔の縫線と首の付け根の縫線を調整して、顔周りの違和感を少し減らして、クオリティアップに努められたらいいなと思います。お疲れ様でした。